はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年9月28日です。HKT48 のコンサートがこの福岡サンパレスホールで開催されます。本日もいつも通り楽しいコンサートになりそうです。この動画では現場レポとコンサートの感想を述べています。この動画を見ることでコンサート当日の雰囲気がわかります。また HKT48 のコンサートの雰囲気や内容も知ることができます。HKT48 のコンサートに初めて行く方、また興味のある方にとってとても有益な動画だと思うので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。この機会にまだチャンネル登録していない方はチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。はい、それでは話すべきことはある程度話したので、今から現場レポをしていこうと思います。現在僕がいるのは福岡サンパレスホールのすぐ近くです。隣には福岡国際センターがあります。画面の中央に見えているのが福岡国際センターです。この会場では主に握手会を以前は行っていました。また2021年には HKT48 だけのリクエストアワーもこの会場で行われました。昔はかなりこの会場にお世話になることが多かったのですが、最近は正直ほとんどこの会場は HKT48 は使っていません。代わりによく使うようになったのはその隣にある福岡サンパレスホールです。この会場はホテルと隣接しているので、このホテルに泊まって本日のコンサートを楽しむファンの人も多いのではないでしょうか。会場の目の前に来たんですけど、ほとんどファンの人はいません。いつもであればあの辺りから画面左側に下ってきて、そこから奥側とこちら側に駐車場がありますけど、その方面に列が連なり待機列ができます。しかしご覧のように本日は待機列がほとんどありません。今回のコンサートは特別に会場の2時間前に会場内で7期生のゲームブースが開催されています。10時から開催されており、現在時刻は11時2分です。イベント開始からすでに1時間経っており、残り1時間もせずにコンサートが始まります。そのため会場の外にはほとんどファンの人はいません。この辺りさすがは運営側はうまくやったなといった感じですね。いつもであればそれ相応の人だかりができるので、隣の福岡国際センターの敷地内に入り込んでしまったりとかして、なかなかスタッフさんが入場整理をするのが非常に大変だったりするんですけど、コンサートの前に一つイベントを会場内に入れることによって、コンサート当日の会場周辺への人だかりをかなり抑えることができています。ファンの方にイベントを楽しんでもらうという主な目的はもちろんですが、その裏の目的として会場周辺に迷惑がかからないように配慮したというのも、これは運営側は考えたのかなと思います。本日のコンサートについては詳細はコンサート終わった後に話をしますが、コンサートのタイトルは学園祭ということなので、そのタイトルにちなんだ内容でコンサートが進んでいくと思います。ちなみに学園祭の実行委員長は渋井美奈ちゃんが担当するようです。僕の座席番号は1階席の14列31番です。福岡サンパレスホールは1階席から3階席まであり、基本的には1階席が当たれば当たり席だと思ってもらって大丈夫です。正直2階席、特に3階席になるとかなりステージから遠くなってしまうので、いい席とは言えないんですけど、しかしその分1階席が当たればステージからはそこまで遠くは感じないので、十分近い距離からコンサートを楽しむことができます。さて、そろそろイベント開始時刻が迫ってきました。残り25分ほどでコンサート前の7期生のゲームブースが終了し、12時からはコンサートが始まります。本日のコンサートは他のコンサートと比べて非常に早い時間帯から開催されます。その分夜コンサートの開始時間も前倒しなり早くなっています。おそらくまだ若いメンバーが多いので、時間の都合により出演できないメンバーを減らすためだと思われます。我々ファンからしても明日の予定など様々な時間的な都合がある人が多いと思うので、早い時間帯にコンサートが始まるのはいいことかなと思います。それでは時間なのでゲームブースとコンサートを楽しんでいきます。
昼コンサートが終了しました。会場周辺は推しメンのうちわやグッズを持った多くのファンで賑わっています。コンサートの余韻に浸りながら笑顔で感想を語り合うファンの姿が見受けられます。それでは今から会場内の現場レポとコンサートの感想を話します。会場内の現場レポは今後福岡サンパレスホールで開催されるコンサートに参加する方にとってとても参考になると思います。コンサートの感想はファンの方から聞いた感想をもとに要点を絞って解説します。博多湾の景色を楽しみながら最後までご視聴いただければ幸いです。それでは初めに会場内の現場レポから話します。まず会場入り口でスタッフさんが金属探知機による確認と顔認証を行います。特に準備することはなく30秒ほどの所要時間ですぐに会場内に入ることができました。コロナ禍前は紙チケットと身分証明書の提示が必要で時間がかかっていましたが、今は顔認証のみなので簡単に入場手続きが終わります。ちなみに今回のコンサートは金属探知機による確認のみで手荷物検査はありませんでした。コンサートはある時とない時があり、おしゃべり会やハイタッチ会は必ずあります。ファンと運営の信頼関係があるからこそできることだと思います。10年前に握手会で起こったあの事件が再度起こらないことを願っています。会場内では文化祭コンサートにちなんで開演前に7期生ゲームブースが行われ、普段は会場の外で待機しているファンが会場に集まり非常に混雑しました。僕は開演30分前に入場したのですが、ゲームブースの参加を終えたのは開演時刻ギリギリでした。そのため時間には余裕を持ち、1時間以上前には会場内に入っておくことをお勧めします。少し話は変わりますが、冒頭でも述べたようにこの辺りの運営の采配はさすがだと思いました。ファンを早く会場内に入れ、イベントの進行をスムーズにする、かつ近隣施設に迷惑をかけない手段として会場内で7期生ゲームブースを開催したのはよく考えたなと思います。この素晴らしい采配をグループやメンバーの人気を上げることにも活かしてほしいです。グッズ売り場は会場出入り口から入って左手側のエントランスにあります。待機列は2階と3階に続く階段に沿って作られ、開演15分前までは2階まで待機列ができるほど混雑します。他の待機列と比べて待機時間が最も長いので、会場に入った後すぐに並ぶことをお勧めします。トイレは1階から3階まで各階1階ずつあります。1階のトイレは開演時間ギリギリまで混みますが、2階と3階のトイレはかなり空いています。そのため2階3階のトイレを使うのがおすすめです。また終演後の利用はできないので注意してください。会場内にはフラワースタンドやポスターなどの写真撮影スポットが数カ所あります。どの場所も混雑しますが、30分もあれば全て撮影できると思います。ちなみに開演時刻10分前を切るとほとんどの人がコンサートホールに入るため、この時間であれば待ち時間や人の映り込みがなく撮影しやすいです。ただしスタッフさんが急いでホール内に入るようせかしてくるので、座席番号と座席位置の確認は事前にしておきましょう。座席の幅は横に広く、足元のスペースにも余裕があります。一般的なキャリーバッグより小さい荷物であれば特に窮屈に感じることはありません。またコンサート中はパフォーマンス時はスタンディング、 MC 時は着席状態で観覧します。立ち座りの頻度が多いため腰痛持ちの方は大変だと思いますが、終始座った状態でも問題ありません。パフォーマンス中でも着席している人は普通にいますし、スタンディングでなければならないルールはありません。次は昼コンサートの感想について話します。今回のコンサートは初めて17ライブで無料配信されました。ここ近年はニコニコ生放送で有料配信されていたので、17ライブでそれも無料配信は初めての試みです。17ライブの視聴者は年齢層が10歳から70歳と広く、国外からの視聴者が多い、男女比が1対1であるなど視聴者属性が幅広いため、多くの視聴者に今の HKT48 を見てもらいたい意図があると考えられます。2020年に HKT48 の運営会社が変わって以来長い間守りに徹してきた運営陣ですが、今回は珍しく攻めの姿勢を感じました。タイトルが文化祭ということもあり、前半の文化祭パートを中心に見どころが数多くありました。石橋ぶきちゃんと渋井美奈ちゃんの漫才や、市村愛理ちゃん、栗原さえちゃん、栗山里奈ちゃん、最上奈々香ちゃん、森崎さやちゃん、石井彩音ちゃんの6人のミスコン。特に栗山里奈ちゃんはパフォーマンスと MC どちらも自分にしか作れない見せ場をしっかり作っていました。生野里奈ちゃん、石松優奈ちゃん、井原杏奈ちゃん、安井ひなちゃんの6期生年少メンバーと、石川亜美羽ちゃん、飯島リリアちゃん、江浦優香ちゃん、呉優奈ちゃん、鶴川なちちゃん、長野ララちゃん、竜とやねちゃんの7期生年少メンバーによる博多吸血鬼の鏡を使った演出は非常に完成度が高かったです。演出に使った鏡はカルテットと呼ばれている生野里奈ちゃん、石松里奈ちゃん、井原杏奈ちゃん、安井ひなちゃんの4人が作ったらしいです。豊永亜希ちゃんと柳瀬玲也ちゃんによるプライオリティは、ダンス、楽曲、パフォーマンスの3つがうまくはまり、2人の個性を
を十分に表現できていました。伊沢美優ちゃん、大張咲ちゃん、坂本里乃ちゃん、地藤恵姉ちゃんの4人は天文部の事情を披露。チーム対決ダンスコンテストでの江口ココアちゃんと福井カレンちゃんのペアダンスは圧巻でした。中盤は18枚目シングル僕はやっと君を心配できるに収録されているチーム楽曲ロンリーサブウェイ最強アイドルよろしくを初披露しました。後半はコンサートの定番曲が続き HKT48 らしい熱くて楽しいコンサートでした。そしてアンコール前の MC では新チーム警報のキャプテン今村マリアちゃんがメンバーを代表して締めの挨拶を行いました。グループ加入時は11歳で身長は129センチだったマリアちゃんも今では大人になり立派なキャプテンになりました。最後は11月26日に福岡サンパレスホールで13周年記念コンサートの開催が発表されました。詳細は不明ですが、ロゴのビジュアルに多くの楽器が確認できることからコンサートのテーマはある程度予想できます。もしかすると2015年の全国ツアーで披露したブラスバンドに再度挑戦するのかもしれません。また平日開催であるにもかかわらず昼公演と夜公演の2公演あります。一覧ライブの無料配信と同じく運営陣の強気な姿勢を感じました。13周年記念公演開催の有無も含め今後の詳細発表に期待です。以上で昼コンサートの感想はこれで終わりです。この後の夜コンサートでは松岡花ちゃんの卒業コンサートが行われます。続きは次回の動画をご覧ください。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。